グランドエッジはジョイント部分が、可変式になってます。でデフォルトの状態で可動域の広いフレキシブルモードっていうモードになってまして、これが多分皆さんが一番使うモードになると思うんですけども、タイトモードを試したいっていう時はですね、こんな精密ドライバー、プラスネジなんですけどもマイナスで全然取れますんで、僕マイナス使ってるんですけども、これをこう抜いてもらってですね、で、こんな感じになってます。はい、でこれをですね、奥側の方に穴を合わせてもらってビスを刺してこうやってねじ込んでもらうと、はい、折れ角度の狭いタイトモードになります。はい、グランドエッジの取扱い上の注意点なんですけども、ジョイント部分がビスで、固定されてます。でこちらの締め具合なんですけども、強く締めてしまうとボディを傷めてしまいますので、回してって止まる一歩手前ぐらいゴム製のワッシャーが入ってるんですけども、それがキュッとちょっと効くぐらい、ここで止めていただいて、これ以上締め込まないようにしてください。であと、使っていくうちに摩擦によってちょっと緩む場合があります。で緩んできても完全に抜けきるまで一回ここで止まって、耐えてくれますんで、ねじ切りが効いてですね、一回ここで止まってくれますので、この段階で多分もうアクション変わると思うんで、こちらでもう気づいたらすぐに締めてもらうと。締め方は止まる一歩手前ぐらいキュッてですね。こうして使っていただくとより長く使っていただけるかなと思います。グランドエッジに搭載されているフックについてなんですけども、こちら、標準でですね勝一さんの YF33F っていうフッ素コートをされためちゃくちゃよく刺さるフックがついてます。で、こちらもし違う、フックに交換したいっていう時にですね、ちょっと注意なんですけども、できればこのサイズ、フロントが1でリアが2なんですけども、特にリアですね。でこれ2より大きくしていくとここのリアボディの上に乗っかるっていう現象が起きてきますので、できればこれが乗っからない範囲内で、ちょっとね、このゲイプの幅を気にしながら選んでいただけたらなと思います。はい、グランドエッジのウェイトチューンですね。こちらはですね、デフォルトの状態ではスローフローティングっていう、ことになってるんですけども、実際は、トップウォーターで、ギリギリ使えるぐらいの、スローフローティングになってます。でこちらをですね、水中でちょっと一瞬止めたいだとか、ちょっと漂わせるような使い方をしたいっていう場合はですね、こういった、ぶら下げ式のですね、これグレネードシンカーなんですけども、だいたいよく使うのはこの 2.5g っていうところなんですけども、これをですねここのやってみましょう。フロントのこのスイベルに引っ掛ける感じです。一番お手軽なのは、こういうぶら下げ式のやつなんですけども、よく他に使うこの板重り式ですと、今これ貼ってあるんですけども、実際、これ今追加ウェイト 2.7g ぐらいなんですけども、フロントからリアにかけてまんべんなく貼る感じ、これが一番バランスが崩れない貼り方です。でこうすることによって、これ 2.7g だと、そうですね、フロロを使った場合、ほぼサスペンド、ナイロンだと本当にゆっくり浮いてくるような感じですかねぐらいになりますんで、ちょっと参考にしながら、お好みのウェイトチューンをやってみてください。グランドエッジのですねちょっとしたチューンをご紹介します。
これジョイント部分に見ていただけると分かるかな。ちょっとぷっくりここに盛られてるものがあるんですけども、これは接着剤、具体名で言うとスーパー X っていうセメダインから出てるやつなんですけども、これ結構固まっても弾力性が残るタイプの接着剤で、フロントボディのこの真ん中のちょっとこうとこにちょっとした出っ張りがあるんですけども、ここの上にちょんとこう表面張力で乗っけていただくことによって、ここのボディに当たった時にちょっと音が緩和される。これは何もしてないやつ。これがスーパー X がついてるやつ。ちょっと高い音が抑えられていると思うんですけども、弾力性がある、このスーパー X があることによって、音が抑えられ、さらに衝撃も抑えられるんで、ルアーに優しい、ここにちょんと盛るだけなんで、一瞬でできてしまうんで、よかったら試してください。はい、グランドエッジを使うタックルなんですけども、まずリール、こちらはですね、僕は8ギアっていうタイプの、リールを使ってます。エクストラハイギアなんですけども、巻き取り量が長いんですね。長い方がクイックなアクションを出しやすい、これも間違いないんで、こういったグライドベイトに対してはそういった、強い入力で、これでキレのあるアクションを出していくっていう使い方が多いんで、巻き取り量の、長い8ギアっていうのを僕は推奨しています。でラインなんですけども、ラインは、フロロの方がよりアクションがダイレクトに出やすい傾向にあります。ただ重いので、トップウォーターでメインに使いたいっていう人は、ナイロン、ナイロンは、オールマイティーなんで、迷ったらナイロンにしとくと、あとは PE で PE もロングキャストした先での操作感は非常に良くて、でラインも浮くのでトップウォーターにも向いているので、PE でもありだと思います。ただリーダーはつけた方がいいと思います。でラインの太さなんですけども、ナイロンの場合は僕は20ポンドを使ってます。でフロロの場合、フロロは20ポンドだとちょっと癖がつくと使いづらくなるので16ポンドを使ってます。ちょっと細いように感じますけども、ごちゃごちゃしたカバーの中に入れたりとかっていうのはないんで、16ポンドで切られたことは今まで一度もないです。その辺はラインはお好みでセレクトしてもらえればいいかと思います。次ロッドなんですけども、ビッグベイト用ロッドを使っていただければいい話なんですけども、グラスルーツでも鋭意開発中でございまして、その辺は弊社村中の方からいずれアナウンスがあると思いますが、楽しみに待っていてください。はい、このグランドエッジのですね、トップウォーターでの使用、トップウォータースイムベイティングなんですけども、これがですね、結構早春からですね釣れてまして、弊社のトップウォータープラッガーですね、通称ジョー君、彼がですね早春から大小いろんなバスをですね釣ってくるんですね。で、僕そんなにトップウォーターで、意識して使ってなかったんですけども、彼の超過を参考にトップで使い出したらめちゃくちゃ反応しだしたんですね。でこれなんでそういうことになってるのかなって、一つ仮説なんですけども、こちらのお腹側にある2本のキールで、これを効かせながらペンシルベイトのドッグウォーク、スケーティングですよね、そういったアクションで、誘っていくんですけども、ペンシルベイトと大きく違う点、それはまず、このキールが効いたレールの上を走るようなアクションですね。これが非常に魚っぽいんじゃないかな。あとは、ジョイントであることによってアクションがより複雑化している。あとは、水面で使うことによってシルエットがボケて騙しやすくなっている。この3点によって、すごくいい反応が得られているのかなって
今、仮設の段階ですけども、かなり、スタッフも含めてかなりいい、感触を得てますので、ぜひ皆さんもこれで、トップウォータースイムベイティングぜひ試してみてください。